この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。Quirks don't make a hero. Anybody can be a hero. Even vigilantes need a day off. He's a dork, but he's our special dork. He's gone full John Wick. The man returns. Nudist Beach. I love how Koichi always hypes himself up when he's about to do something. Shooter Kumo might end up breaking my heart. Just wait until we get the next adaptation, My Hero Academia Kisaten Rider. Sad but accurate. Man is nothing else but that which he makes of himself.こんにちは。みんな元気だった？歯磨きよ。また来週。なんでや。今日は教室じゃないね。毎回いろんな場所からやろうと思って。気分が変わっていいね。今回は第2回目だよ。この前は東島ライダーやったね。今回は何のアニメ？ヒーローつながりでビジランテをやるよ。ああ、ナックルダスターが帰ってきたよね。それでオクロックだったよね。びっくりしたよ。そのことで海外もびっくり状態だったんだよ。そこから哲学的なコメントが多数あったから今回取り上げてみるよ。それは楽しみだね。じゃあ、まずは海外の反応から。ナックルダスターに対してのコメントをどうぞ。どうぞ。ナックルダスターが元ヒーローのオクロックだったって判明したの、まさにヒロアカのテーマそのものだよな。個性がヒーローを作るんじゃなくて、誰だってヒーローになれるってやつ。しかもさ、彼って昔から拳で戦ってたんだよね。スピードスターだった頃も。でも個性を失ってからは超スピードに頼らずに拳を使えるようにまた一から鍛え直したってわけ。個性を奪われてもナンバーワンヒーローをボコボコにしたヴィランから逃げ切ったし、あの人元から戦略家としても超優秀だったんだよ。ビジランテとして、しかも元プロヒーローとしてトリガーの流通を止めなきゃって責任感じてるのかもな。トリガーが出回ってる限り娘もまだ安全じゃないし、他の一般人も同じ目に遭うかもしれないし。ソーガたちもナックルダスターにしごかれてからはすっかり更生したよね。ストリートギャングやってる場合じゃないって気づいたのはよかった。これってフラッシュが無理やりバットマンになったみたいなもんだよな。でもさ、元ヒーローだったのに個性を失って今はビジランテやってるってなんか切ないよね。彼娘を取り戻すために命までかけてきたのに、今度は一緒に過ごせばいいのにって思うよ。他のことは他の人に任せてさ。じゃないとまた家族より他のことを優先しちゃってるのと同じじゃん。完全にジョン・ウィックか。だからあの容赦ない殴り合いがかっこいいんだ。ナックルダスターがまた出てきてくれて、シリーズにあの渋さが戻ってきた感じするわ。今はコウイチやポップステップと組まずに単独で影から動いてるっぽいけどさ。みんなナックルダスターのこと心配してたね。海外でのナックルダスターの人気はすごいんだよ。ナックルダスターがこのところでなかったから、まだなの？なんで出ないの？って騒いでる人ばっかりだったよ。わかるよ。渋くてかっこいいよね。個性を奪われた元プロヒーローなのに今でも強くてすごいよね。それが人間とペーパーナイフの違いなのだよ。誰？知らないおじさんだ。ははは。私はサルトリ。サルではないよ。ジャンポール・サルトル。作家だ。あ、哲学者のサルトルさんだ。ノーベル文学賞断ったんだよね。ノーベル賞断ったの？もったいない。作家は制度に取り込まれてはならない。私はジャンポール・サルトルという個人として受け取るべきで、ノーベル賞作家サルトルという制度的存在になることを拒否したのだ。それに西側の賞だけを受け取ることは政治的に偏ることになるからね。かっこいい。それでさっきの話の続きだよ。ナックルダスターの生き様こそが私の哲学、実存は本質に先立つの最高の教科書だ。今日はここから授業を始めよう。はい。いいかい、ピヨ太郎くん、もちもちくん。ここにペーパーナイフがあるとしよう。これは何のために作られた？髪をキリキリするため。
そうだ、髪を切るという目的、本質が先に決まっていて、そのために職人が作る。つまり本質、目的、実存、存在の順だ。だがこのアニメの世界のヒーローたちも実はこれに近いと思わないかね。確かにヒロアカの世界観ってそうだよね。ヒロアカの世界だと個性が本質ってことなのかな。トレビアン、もちもちくん、この世界では個性イコール本質だ。個性がその人の人生の意味を先に決めてしまっている。だからこそ個性を奪われた元ヒーローオクロックはペーパーナイフなら切れなくなったナイフ、つまりゴミ箱行きだ。そっか、人間や僕たちは違うよね。まず生まれる、目的もなく実存が先なんだ。ヒロアカの世界の人たちは個性があるから、なんか大変そうだね。個性なくしたら存在意義がないってことになるのか。しかし彼はどうだ。ゴミ箱に行くどころか筋肉ムキムキで悪党を殴り倒している。彼は速く走る機能を失った後、俺はどう生きるかを自分で選び行動し始めた。これこそが実存、まず存在するが本質、役割や能力に先立っている状態だ。彼は元ヒーローという過去の肩書きではなく、今戦うことを選んでいる自分として存在しているのだよ。生きてるだけで丸儲けってやつだね。ははは、近いかもしれないね。でもね、サルトル先生、イレイザーヘッドが学生の時、彼は本質の抹消の能力で悩んで実存すら自信をなくしていたよね。ふむ、それは私の言う対他存在、あるいは地獄とは他人のことだというやつだな。他人は地獄なの？怖いな。人は他者の視線によって対象化される。他者は私を勝手に判断し、レッテルを貼る。だが重要なのは、私はそのレッテルを受け入れるか拒否するかを選べるということだ。相沢君は白雲やプレゼントマイク以外の彼の本質を理解できない他の者たちから暗いやつ、変な能力のやつというレッテル、本質を貼られ、それに縛られていたのだ。だが自分で自分の在り方を選び直したのだよ。そっか、どう見られるかではなく、自分がどうありたいかなんだね。その通り。だがナックルダスター君はもっと過激だ。彼は社会や法律という巨大な他者の目を完全に無視している。我が道を行く。種。レディットの住人が法はあまりに抑圧的だと批判しているように、彼は無個性の不審者という世間のレッテルを自らの拳、実存で粉砕し続けているのだ。ナックルダスターのことをみんなが好きな理由が分かった気がするよ。でもね、サルトル先生、納得いかないことがあるんだよ。ナックルダスターのおじさん、せっかく玉緒が帰ってきたのにソーガに任せっきりでそばにいないんだよ。レディットでもなんでそばにいてあげないんだろうって声があったね。そこが一番の難問であり、実存主義の核心だ。それをアンガジュマン、社会参加、自己拘束と呼ぼう。アンパンマン。アンガジュマンね。彼は自由だ。だからこそ娘のそばで優しく微笑む父親という役を演じることもできた。だが彼はそれを選ばなかった。なぜか。薬の根源を断たなければ娘の真の安全はないという彼独自の論理を選び取ったからだ。理屈はわかるけど、それじゃあ寂しくない？寂しいさ、そして苦しい。それを私は不安と呼ぶ。これは恐怖とは違う。恐怖は対象があるが、不安は正解がないことそのものへの苦しみだ。娘のそばにいるべきか、戦うべきか、誰も答えを教えてくれない。自分で選び取らねばならない。その選択の重さこそが実存的不安なのだよ。正解なんてどこにもないのだ。誰も答えを教えてくれない中で、彼はたった一人で決断し、その結果、娘に嫌われることや孤独を全て引き受けている。世間の父親像に倣って思考停止する方が楽だ。だが彼はあえて茨の道を選んだ。でもサルトル先生、父親なんだから家にいるべきって考え方も間違いではないよね。それは悪しき信仰、モベーズ不和だ。父親とはこうあるべきという社会の型に自分を押し込めて、私には選択肢がなかったと自分の自由から逃げることだ。ナックルダスター君はその楽な道を拒否した。だからこそ苦しいが、だからこそ本物なのだ。ナックルダスター、かっこいいね。でも玉緒ちゃんは寂しいよね。ナックルダスターは寂しがる玉緒のことも見越してソーガをそばに置いておいたのかもね。すごく不器用なやり方だけど、
やっぱりナックルダスターはかっこいいよね。いつか玉をも理解できる時が来るよ。彼の娘だし。ウィ、ピオ太郎くん。レディットのファンたちが彼を史上最高や男だと呼んで熱狂するのはなぜか。彼が能力があるから強いのではない。何も保証がない中で全責任を負って孤独に戦う姿に人間としての究極の自由を見ているからだよ。そっか。ナックルダスターのおひげは覚悟の証だったんだね。レディットでもひげは剃らないで神々しいからって意見があったよ。そうだったのか。いや、それは単なる性的な思考、フェティシズムかもしれんがね。だが忘れるな。人間は自由の刑に処せられている。光一くんも相沢くんもナックルダスターくんも誰かに命令されたからではなく、自分で選んでしまった道だからこそ苦しみながらも輝いているのだ。これは逆説的だが、人間は自由であることを選べないのだ。逃げようとしても逃げることを選んだという自由の結果になる。ナックルダスターくんも相沢くんも自分の選択から逃れられない。だからこそその選択に全責任を負うのだ。じゃあ、僕は今は何もないけど、自分で自由に選んでいいってことだよね。その通り。君の実存はまだ始まったばかりだ。さあ、授業は終わりだ。私もレディットでミッドナイト先生の衣装についてヌーディストビーチと書き込みに行かねばならんのでな。また会おう。先生ミーハーだ。さすがノーベル賞を辞退する先生は違うな。サルトル先生の授業面白かったよ。実存は本質に先立つ自由の刑がちょっと分かったよ。自由であることには責任が伴うってよく考えると怖いよね。好き勝手に食べてるとお腹壊すでしょ。責任が伴うんだよ。もちもちは何でも食べ物の例えだな。下僕ちゃんがいつも餌くれるから食べ過ぎるんだ。そういえば下僕ちゃんがこの写真を見てって言ってたよ。カマキリ？この子目が変なんだって。普通のカマキリは目がこうなんだよね。でもこの子はなんか土偶みたいで変なんだって言ってたけど本当だ。あ、確かに目の玉が違う。下僕ちゃんがなんでカマキリばかり撮影してるのか気になるけど、でもこれって種類が違うだけじゃないの？かもしれないね。ピヨ太郎、カマキリに詳しくないから。たださ、どっちもなんでカメラ目線なんだろう。どっちもめっちゃこっち見てるよね。人間の前に姿を現すカマキリは、ほぼほぼ、ハリガネムシに寄生されてるからね。ハリガネムシ、寄生、何それ。ハリガネムシっていう寄生虫がいてね。その子はカマキリの中で育って、カマキリの脳を支配して水の中に入れるの。水の中に入ったらカマキリから出てくるんだよ。カマキリはどうなるの？死んじゃうよね。怖。じゃあ、この2匹もそうだったの？左はそうかもしれないけど、右は違うね。だってよく見てよ。触覚ないでしょ。うわ、ほんとだ、触覚がない。全然気づかなかったよ。右側のカマキリは、カマキリのふりをした宇宙人なんだよ。わあ、怖い。そうだったのか、僕知らなかったよ。嘘だよ。これ僕が作った嘘の動画だよ。嘘？どこから嘘？宇宙人から。写真は本当のだし、ハリガネムシも本当。なんだ、よかった。わ、これ僕の作業画面じゃん。下僕ちゃんが作ってたね。こんな風にして手作りしてたのか。これはね、また YouTube さんから怒られた時用だよ。大量生産じゃありません。ちゃんと一つ一つ手作りですって。ちゃんとした証拠になるんだって。へえ。最後にメイキングとか NG 集を見せれば、このチャンネルは人が作ってますねって思ってもらえるんだって。今日はメイキング集なんだね。そもそも僕たち、人間じゃないから、それだけでハンデだからね。そうだね。僕みたいな立ち絵のキャラは、YouTube さんから嫌われるんだって聞いたよ。しっかり人の手で作り込んだとしても嫌われるのかな。こうやって証拠動画を載せておけば分かってもらえるかもね。なんかね、最初は僕じゃなくてこの子だったらしいよ。でも、YouTube さんの規制で幼児的な絵に対して厳しくなったって聞いて、この子に変えたんだって。余計小さい子になってるじゃん。なんか産業っぽいよね。そんでね、下僕ちゃん、途中まで作って、これもダメだって気づいて。作る前に気づかないんだ。
次はこの子になったらしいよ。冬季五輪のマスコットキャラとかでいそうだな。それで下僕ちゃんは気に入らなかったらしくて、僕が誕生したんだ。長い道のりだったね。これから僕にも洋服作ってくれるって言ってたから楽しみなんだ。いいな、僕も違う洋服着たい。下僕ちゃん頑張れ。よろしくね。じゃあ、今回はそろそろ終わりだよ。今回はサルトル先生が来てびっくりしたけど面白かったよ。次はどんな先生が来てくれるか楽しみだね。あ、これは下僕ちゃんが日の出前に撮影したらしいよ。この山の向こう側が上高地だね。今は冬だから行けないけど、春になったら上高地行きたいね。そうだね、毎年4月27日が上高地開山祭だから、今年も多分同じ日だと思うよ。楽しみだね。じゃあ、今回はこの辺りで、また次回の動画で会おうね。バイバイ。